さあ、テレビアニメ鬼滅の刃遊郭編10話の解説のお時間です。いよいよやってきました。この興奮もあと2話で終わってしまいます。この野郎。悲しいです。寂しいです。もう来月には終わってしまっているのです。タイムリープして何回もこの興奮を味わおうかと思いましたが、僕には無理でした。皆さんが今生きている証、コメント欄に書き綴っていってください。何を言ってるかわかりませんが、まずは9話のおさらいをしていきましょう。いいねと共有ボタンからのリンクコピー、チャンネル登録と通知のオンはどっちでも。1月31日にスーパーサンクスくれた方ありがとうございます。コメントは絶対です。では参ろう。鬼滅の刃遊郭編9話復習。復習は大事です。アニメ9話は原作90話から92話の途中まで話が進みました。ひなつるの苦難によって再生のできなくなった九太郎。その間に首を切る炭治郎と天元が首を狙います。しかし九太郎は一瞬で毒を分解。さすが上限です。九太郎はカウンターの決起術演山旋回飛び地釜を繰り出します。炭治郎と天元は攻撃耐性のため無防備な状態。炭治郎は決起術を避けることができません。そこを天元が足払いで炭治郎を逃がし、さらに音の呼吸、氷山無剣によって飛び地釜をかき消します。音の呼吸による爆破の後に、九太郎の姿はありません。天元は気づきます。ひなつるが危ない。苦難を発射したひなつるが狙われる。その直感は正しいものでした。九太郎はひなつるの目の前に現れます。やられた以上に取り立てる 120% の取り立て。執行目前。そこを救ったのは炭治郎でした。日の神かぐらと水の呼吸を混ぜる。まさにお湯の呼吸。温かい水。ぬるま湯。ギリギリのところで救われたひなつる。しかし、九太郎の強さは半端じゃない。炭治郎一人では太刀打ちできません。防戦一方の炭治郎。そこに宇髄天元です。かまど炭治郎、お前に感謝する、の名言とともに、九太郎の首にめがけて刀を振ります。天元に合わせて刀を振る炭治郎。しかしこれを九太郎は防御。何こいつ。不意打ちの天元の攻撃も軽く防御するなんて、やっぱり九太郎は強い。さらには追撃も首を回して防御。自由な箇所から発動できる決起術。強すぎるでしょ。天元は、九太郎を巻き添えに屋根の上からジャンプします。屋根の上に残る、炭治郎とひなつる。ここでひなつるは、あるものを炭治郎に渡しています。屋根の上では、伊之助と善逸がダキと戦っていました。合流するかまぼこ隊。ここでひなつるが離脱するのですが、アニメでは後ろ向きにジャンプする姿が描かれ、さすが忍びだなと思わされる場面がありました。そして、寝ている設定に無理が来ている善逸。というか、目をつぶったまま戦うって姫島さんじゃないか。でもって合流したかまぼこ隊は、3人で協力してダキの首を切ることを決意。ここからがアニメ9話の見せ場。3人の絆が最高。ここでの主人公は伊之助。炭治郎と善逸が伊之助を守りながら、伊之助は2人を信じて、ただ前に進むのみ。炭治郎と善逸も伊之助を信じてる。命を預けられる仲間。いやこれ、文章にしながらでも泣けてくるんだけど、伊之助マジで好きです。そして見事、ダキの首を切ることに成功。アニメでの伊之助の乱食い髪は、ノコギリみたいな技でシュールでした。ダキの首を持って逃げる伊之助。そこに九太郎。伊之助の胸を鎌で突き刺します。これは致命傷。さらに毒。伊之助を心配する炭治郎。心臓を貫かれたらさすがの伊之助でも。しかしなぜ九太郎が屋根の上に。戦っていた天元は、下を見る炭治郎。そこには腕を切断され、地面に倒れ込む天元の姿が。これはアニメ勢の人には刺激が強すぎる。炭治郎は絶望。その隙をついたダキの攻撃。炭治郎をかばう善逸。炭治郎はダキの攻撃から逃れるも、善逸は瓦礫の中に飲み込まれていく。状況は最悪。全滅の時は近い。10話へ続く。鬼滅の刃、遊郭編、10話、ここ重要。さて、10話はどこまで進むのでしょうか。11話で終わりなら、結構進めておかないとやばくないかな。遊郭編の戦いが終わるのは原作97話、コミックス11巻の終わりまでです。アニメ9話は原作92話の途中までだったので、
97話まであと5話と半分。アニメあと2話で、上限会議までは無理そうな気がする。上限会議の冒頭で終わり？それだとキリが悪いかな。とりあえずアニメ10話の冒頭は、前回の戦いの振り返りから始まるでしょう。そして、炭治郎が屋根から落下していくシーンからのオープニング。オープニングが開けると、禰豆子の階層へと入っていきます。ここの禰豆子の言葉、名言中の名言です。この言葉も、響く人にはぐさっと突き刺さる。これはいつも謝る炭治郎に対しての、禰豆子の言葉です。謝らないでお兄ちゃん。どうしていつも謝るの？貧しかったら不幸なの？綺麗な着物が着れなかったらかわいそうなの？そんなに誰かのせいにしたいの？お父さんが病気で死んだのも悪いことみたい。精一杯頑張ってもダメだったんだから仕方ないじゃない。人間なんだから誰でも何でも思い通りにはいかないわ。幸せかどうかは自分で決める。大切なのは今なんだよ。前を向こう。一緒に頑張ろうよ。戦おう。謝ったりしないで。お兄ちゃんなら分かってよ。私の気持ちを分かってよ。どうでしょうか。まるで自分に言われているような感覚になった人も多いのではないでしょうか。これは哲学です。哲学大好き人間としては、ここは語らせていただきたい。皆さんもこの禰豆子の言葉から感じるもの、ぜひともコメントしてください。書くことがない人は、人のコメントを見て感じることをコメントしてください。自分が悪くないのに謝ってしまう人へ。これは、禰豆子から炭治郎への言葉という意味だけではなく、読者への投げかけでもあります。自分が悪くないのに謝って、自分という大切な存在を傷つけている。自分のせいにしなければ気が済まないのか、もっと自分を大切にしてほしい。貧しいから不幸なのか、綺麗な着物が着れなかったらかわいそうなのか、そんなことはない。すべては自分次第。父さんが病気で死んだこと、果たしてそれは悪いことなのか、人は皆死んでいく。死を悪いことと捉えるかどうかも自分次第。精一杯頑張ってダメだったら仕方ないと諦める。誰だって思い通りに行くばかりの人生じゃない。幸せかどうかは自分で決める。結論はここ。他人が自分の幸せを決めているわけではない。自分がどう思うのか、どうやったら自分が幸せになれるのかを考える。他人に左右されない人生。大切なのは今、過去ではない。過去から学んだことを未来へ生かす。前を向いて一緒に頑張って戦おう。ワニ先生の思いが作品を通して伝わってくる。こうして漫画の登場人物に言わせることで、嫌味でもなく、厳しくもなく、自然とそれを伝えてくれる。これだけで動画一本できちゃいそうなぐらい、重要なメッセージです。原作3話で、炭治郎は禰豆子に言っていました。辛抱ばっかりだったな。禰豆子、お前は、また着物を直しているのか。買わないとダメだな。新しいのを。これは炭治郎の妹を思う優しさ。禰豆子はこう返しています。大丈夫。この着物気に入ってるの？それよりも下の子たちにもっとたくさん食べさせてあげてよ。禰豆子は笑って言っています。炭治郎は禰豆子が綺麗な着物を着れていないことが禰豆子の不幸だと感じていました。なんとかしてやりたいと。でも禰豆子の幸せは下の子たちがご飯を食べている姿を見ること。下の子たちの幸せが禰豆子の何よりの幸せでもある。炭治郎も禰豆子も優しい子たちです。ただ、炭治郎は謝る必要はなかった。禰豆子はどんな時でも幸せなのだから。いやほんまに、10話は冒頭から考えさせられる。アニメだと一瞬で流れていくはずですが、漫画でもう一度この部分を読み返してみてください。じっくり自分と向き合うのもいいかも。鬼滅の刃、遊郭編、10話、前半。禰豆子の階層から炭治郎が目覚めると、目の前には九太郎の姿が、九太郎の悪い癖、というか、赤座もそうです。すぐにとどめを刺さない、おしゃべり。鬼には仲間というものがいないため、喋りたい気持ちが溜まっているのかも。炭治郎は落下による傷を負い、すぐには動けない状態です。伊之助は胸を貫かれ、毒と出血により動けない。善逸は、これが見るに耐えない。瓦礫に押しつぶされており、抜け出そうともがいています。アニメだとマジで悲惨なシーンになりそう。柱の渦井天元も倒れたまま、炭治郎が落下した衝撃で、背負っていた木箱も破損。禰豆子も頭だけ外に出ています。そして、
ここから牛太郎の罵詈雑言。これは牛太郎の趣味です。趣味というか、やられた分をやり返している。牛太郎は幼少期から人間に罵詈雑言を浴びせられてきました。牛太郎の人間への恨みは凄まじいもの。鬼になってからずっとそれを返し続けている。それが牛太郎です。牛太郎は炭治郎の指を折り、体も心も痛めつけようとします。炭治郎はうつむき、その姿を見た牛太郎は、炭治郎の心が折れたと思い、今度は鬼に勧誘しようとします。しかし、何も答えない炭治郎。今度は天を仰ぎます。牛太郎はさらに調子づき、天を仰ぐ人間は嘆いていると解釈。しかしそれは大きな間違い。炭治郎は待っていたのです。体の回復を。うつむいた時に遊女の香り袋を破り、その香りでひなつるから渡された毒の苦内の匂いを消していた。そして、頭突きをかますと同時に、牛太郎の足元に向かって苦内を投げつけます。漫画でもここで投げています。ここはアニメだとどうなるのでしょうか。要注目。尻餅をついて立てなくなる牛太郎。そこで炭治郎の攻撃です。右手の折れていない指と左手を使い、全力で刀を振り下ろします。この時の牛太郎は、上半身を何とか持ち上げている状態。炭治郎は、牛太郎の首元を上から刀で叩きつけ、そのまま地面を利用して首を切ろうとします。右手の指は折れている。さらに肩の傷の影響で、もともと左手もうまく握れていない状態。握力が足りません。首を切るだけの握力。押さえつけながら首を切るのは、叩きつけて切るよりも難易度が高めです。それでも切るしかない。炭治郎は全力で刀に力を込めます。そこでダキの、お兄ちゃん、という言葉。炭治郎は、その言葉を聞いてハッとします。その境遇はいつだって、一つ違えばいつか自分自身が、そうなっていたかもしれない状況。もし俺が鬼に落ちたとしても、必ず鬼殺隊の誰かが、俺の首を切ってくれるはず。これは最終決戦への伏線でもありますし、またまたワニ先生からのメッセージでもあります。環境に恵まれ、順風満帆に育ってきた人でも、一つ違えば地獄への道をたどることもある。誰だってその可能性はあります。炭治郎と禰豆子、牛太郎とダキ、逆になっていたかもしれない。元凶は鬼物事務山。やはりこの兄弟は憎めない。他の上限とは一味違う切なさがあります。ダキは牛太郎を助けようと、帯で炭治郎を攻撃します。そこに復活してきた善逸。霹靂一閃、神速です。善逸は神速を一度に2回しか使えません。足がダメになるからです。瓦礫から抜け出すのに1回、そしてダキへの攻撃に1回。動ける善逸がダキの首を切ってしまわねば、もう勝機はなくなります。善逸の神速は、ダキの首を切る寸前。しかし、初速で切れなかった場合は分が悪い。押し込む力は善逸に残されていません。上では善逸が、下では炭治郎が、ダキと牛太郎の首を切ろうと最後の力を振り絞ります。しかし切れない。牛太郎は復活。血気術で炭治郎を弾き飛ばします。しかしまだ、牛太郎は完全に復活していない。それでも防戦一方の炭治郎。なんとか食らいつくも、鎌の攻撃を避けきれない炭治郎。絶体絶命。ここへ渦い天元です。天元は生きていました。筋肉で無理やり心臓を止め、毒の巡りも一時的に止めていた天元。なんという荒技。復活した天元は、牛太郎の血気術を音の呼吸で吹き飛ばします。ただ、毒の周りが再開したことと、左手の出血により、天元はもう長くは戦えません。しかし勝機は見えました。天元は叫びます。譜面が完成した、勝ちに行くぞー。とここで CM 突入になりそうな気がします。前半はここまで、後半ではいよいよ決着です。鬼滅の刃、遊郭編、10話、後半。譜面とは、渦井天元独自の戦闘計算式。分析に時間がかかるものの、敵の攻撃動作の律動を読み、音に変換することで、相手の癖や視覚がわかるようになります。歌に合いの手を入れるがごとく、音の隙間を攻撃すれば、敵に打撃を与えられる。本来なら、発動すればめちゃくちゃ強い技。がしかし、この時天元は毒で弱っており、片腕の状態。この状態では、譜面の能力を最大限発揮することはできません。牛太郎の攻撃を裁くのが精一杯です。アニメでの譜面の演出を期待していましたが、どうなるのでしょうか。
天元は、演算旋回をすべて片腕で弾いています。これには牛太郎も驚いています。ただ、譜面の、歌に合いの手を入れるがごとく攻撃する、という部分が見れない。音楽に合わせて、その隙を狙って攻撃する。これが BGM と合わさったアニメ演出になったとしたら、興奮度マックスです。ここは要注目です。もしかしたら、演算旋回をすべて弾くとき、譜面の演出が見れるかもしれない。そして、いよいよここからです。いよいよクライマックス。天元は演算旋回をすべて弾きました。そして、次の演算旋回を出させる前に牛太郎にタックル。この時天元は、左目に鎌の攻撃を受け失明。そして牛太郎の鎌が、天元の腹に突き刺さります。ここで天元は、鎌の攻撃を腹で受け止めつつ、牛太郎の左腕を刀で切り落としています。そしてそのまま牛太郎を押し倒します。止まるな、飛べー、と叫ぶ天元。炭治郎が牛太郎に飛びかかります。炭治郎は天元が戦っている間に、左手を再度刀に固定していました。刀を振る炭治郎。しかし、牛太郎はもう一方の鎌で応戦。炭治郎の顎に鎌が突き刺さります。しかしひるまない炭治郎。そのまま牛太郎の首に刀を振ります。状況は先ほどと変わらず、炭治郎には牛太郎の首を切るだけの握力はありません。腕の力だけじゃダメだ。全身の力で切るんだ。頭のてっぺんからつま先まで使え。体中の痛みはすべて忘れろ。食らいつけ。渾身の一撃じゃ足りない。その100倍の力をひねり出せ。ここで、炭治郎の技に変化が、漫画では髪の毛も赤くなっています。毒により体温と心拍数が上昇。あざの発現。握力向上。牛太郎は炭治郎に気を取られ、左腕を再生することができていません。右手に持っている鎌は、炭治郎の顎から抜けない状態。牛太郎手詰まり。もう少しで首が切られる。牛太郎は考えます。いや大丈夫。俺の首が切られても、妹の首が繋がっていれば、善逸はまだダキの首を切れていません。ダキさえ生き残れば、天元や炭治郎は力尽きる。だがしかし、ここで伊之助です。先週に引き続き、美味しいところを持っていく。伊之助は内臓の位置をずらすことで、奇跡的に生き残っていました。これは狙ってというよりは、伊之助の五感、触覚により攻撃を察知、本能が心臓を動かさせた、というのが正しいのでしょう。そして、善逸の刀とは反対の方向から、二つの刀を同時にダキの首に、炭治郎、善逸、伊之助、三人は雄たけびを上げます。切れていくダキと牛太郎の首。牛太郎は演算旋回を出そうとしますが、もはや時すでに遅し。二人の首は宙を舞います。全く同じタイミングで切れた首。転がった首は、地面に向き合わせで停止します。ようやく終わった。これで上限の6は倒せた。喜ぶ3人の妻たち。呆然とする炭治郎。だが様子がおかしい。牛太郎の体から血気術の反応。最後の最後に牛太郎は仕込んでいたのです。やられたまま終わらせない。やられた分は必ず取り立てる。その言葉の通り、辺り一帯を破壊する最後の血気術が発動。これにいち早く気づいた天元。呆然とする炭治郎に逃げろと叫びます。しかし炭治郎は、疲労困憊により天元が何を言っているのか理解できていません。果たしてどうなるのでしょうか。やっと上限を倒したのに全滅なのか。ここで10話は終わり、ではないでしょうか。原作92話の途中から94話のラストまで、約2話半と少ないような気もします。でもキリがいいところであり、勝利からの絶望感の演出にはちょうどいい。11話で95話から97話の3話分。こちらも現実的なので、僕は10話をここまでと予想しておきます。でも回想がすごく濃い内容なので、どうなるのでしょう。予想って楽しい。まとめ的なもの。いよいよここまで来ました。ダキと牛太郎の首が切られる。アニメ10話で確実にここまでは進むでしょう。10話も色々な角度から見れるシーンがあり、意識してアニメを見ると、より一層楽しみが増すと思います。禰豆子の回想での言葉、炭治郎の苦内投げ、炭治郎と禰豆子、ダキと牛太郎という二つの兄弟、譜面の演出、あざ発言のシーン、伊之助大活躍、首切断と最後の絶望感。皆さんが注目するのはどこでしょうか？コメント欄で聞かせてください。刀鍛冶の里編については、続けて放送というのはなさそうなので、
少し間を空けての放送について、最後に発表があったりしたらいいなと考えています。というわけで、今回の記事は以上となります。何個でもコメントはしていってもいいんだぜ。それではまた。